はい、皆さんようこそいらっしゃいました。心の悟りキモトークです。今日は怒りをコントロールする方法その1ということでやっていきたいと思います。皆さんもね、日常生活の中で怒ってしまったりすることってあると思います。私にもあります。でもね、この怒ってしまう感情っていうものをいかに自分の中でうまくコントロールしていくかっていう部分が非常に重要になってくるので、今日はちょっとそのお話をしますね。まずね、怒りという感情はね、損しか生まないですよ。怒りをあらわにして得をした経験がある人っていますか？これね、おそらくないと思う。でね、まずね、怒りっぽい人っていうのは周りからどんどんとね、人が離れていってしまうんですよ。それでね、孤立を深めてしまうということがあります。脳科学の、ね、先生が分析した結果によると、大体そういう感情が湧き起こったりする部分っていうのが脳の中の大脳辺縁系という部分ね、大脳辺縁系という部分がそういった怒りの反応を引き起こしたりするらしいんですよ。で、この大脳辺縁系っていうのはすごく原始的な部分で、トカゲとかウサギとかね、猿とかそういった動物なんかも持ってるそうです。で、この大脳辺縁系がパッと反応するのはなぜかっていうと、自然界の中で敵と遭遇した時に戦うかそれとも逃げるか、これを即座に判断したり、そういうふうなことを司っていたのがこの大脳辺縁系という部分なので、だからね、怒りの感情って即座にパンと反応するでしょ。そういうふうな感じで、フットワークがすごく軽く反応しちゃうのがこの大脳辺縁系なんですよ。で、この大脳辺縁系で起こった怒りとかの情動を前頭葉という部分で抑える、それを自制してコントロールするのが人間だったりするわけですよね。だからこの感情のコントロールというのは、大脳辺縁系で起こったそういった情動を前頭葉で理性的にコントロールする、これがね、人間の脳の働きなんだそうです。ただね、これなかなか難しくって、さっきも言ったように大脳辺縁系の反応っていうのはすごく速い、だから車で言うと一気に加速するようなスポーツカーみたいなね、そういう突進力があるわけだけど、このブレーキの前頭葉っていうのはすぐに働かないんだって。でね、大体そのギャップがね、6秒ぐらいなんですって。怒りを抑えようと思ってから、それがブレーキが効き始めるまで大体6秒ぐらいかかる。だからこの6秒間、いかに怒りを起こった瞬間にそのままのエネルギーで相手に言い返してしまうとね、ものすごく強い言葉で相手を攻撃してしまうことになる。でもその時に怒りのエネルギーを一旦自分の中で保留してね、会話の中で6秒の間を作るっていうのはなかなか難しいよね。だからそういった時は相手の言葉をね、繰り返してみたりとか、そうか、そういうふうなことなんですねとか、そうか、とか考えるふりをしたり、あとね、考えるふりをしながら心の中で神様助けてって唱えてみたりとか、とにかく心の中で6秒間ね、自分の中で少し時間を作って、それから言い返すようにすると、少しね、マイルドに答えることができたりとかする。もっと時間がある場合はちょっとトイレに行ってね、顔を洗ってみたりとか、なんかね、深呼吸をしてみたりとかね、その場を離れることができるのであれば、まずはその怒りの感情が出てきたら、その場からちょっと立ち去るっていうことがまたいいらしいですね。そういったスイッチを入れ替えるっていうことがね、怒りという感情にはある種ね、すごく攻撃性が含まれているんですよね。だからそういった怒っている人を見ると、やっぱりね、危険を感じるんですよ、我々人間。だからちょっと距離を置きたくなるよね。電車の中でわーっていきなり怒るような人のところに、まあどうしたんですかなんてね、なかなか行く人は少ないわね。だって巻き添え食っちゃうと怖いしね。だからね、怒りという感情を出す人というのは、だんだん周りから人が遠ざかっていくんですよ。でね、怒りっていうのはどういう時に起こるかっていうと、そういった感じで人とのコミュニケーションの中でうまくいかない時にもね、そういった怒りっていう感情が起こってくるけども、でもね、これは何もね、人間に対してとか感情に対して起こるとも限らない。例えば物に対して起こることだってあるよね。例えばジャムの蓋がなかなか開かない時とかね、パソコンがしょっちゅうフリーズする時にね、物に対して腹が立つこともあるでしょ。だからね、人間が腹が立つ感情というのは、実は自分の思い通りにことが運ばなかった時に人間っていうのは実は起こるんだよね。だから相手のコミュニケーションの中でも、言われたくないようなことを言われると腹が立つし、自分がこうしてほしい、ああしてほしいという期待が裏切られた時にも腹が立つんだよね。でね、腹が立ちやすい人っていうのは、自分の中にね、こうあるべき、
こうしないといけないんだっていうねルールがある場合が多い、ね、そのルールに従って自分自身も、厳しく自分のことを判断して生きているのに、周りの人間が勝手にやってるのを見るとね、なんでお前はしっかりやってないんだね、私がこれだけやってるんだからあなたもそうしてっていうようなね、こういう不公平感を感じて怒りやすくなったりする、でもね、あなたの持っているルールっていうのはあなたのルールでしかないのよ。残念ながらね、周りの人はあなたの心の中のルールなんて知らないんだよ、ね、だから相手に対して過度な期待をしてしまって、それが返ってこないからといってそこに腹を立てていると、あなたのね腹立ちというのは永遠に癒されることがない。でずっと怒り続けないといけないし、ね、ずっとそうやって周りから人が遠ざかっていってしまうことにもなるから、ね、自分の中でこうあるべきというルールは、ね、それは自分だけのルールであって他人がそのルールにのっとって生きてるわけじゃないんだということをちょっと理解するだけでもね、少しちょっとね、世の中の見え方が変わってくるかもしれない、だからそういったことで、周りに対する少しねこう和らいでこう接するような態度みたいなものも身につけていかないといけない。でまたね、人間関係の中ですごく辛い思いを味わわされたりとか、ね、人から傷つけられるようなことを散々されたりとかして、もう積もり積もった怒りみたいなものがある人もいると思う、ね、正当な理由がある場合もあるもんね、怒りに対して、でそういった理由を持っている人に対してはね、その怒っている人に対して、ね、その人のことを許せとか、ね、そんなこと私言いません、そんなことは言わないよ、ただ僕がね、あなた方に損をしてほしくない。それだけ辛い思いをした、それだけ悲しい思いをしたんだったら、その分みんなの人生が幸せになってもらわないと、その損したばっかりになっちゃうじゃない、その怒りの感情はもっともね、それだけの理由があったよね、それはもっともだ、怒るのも当然だと思う、それはわかる、けどその怒りの感情を長く心の中に持ち続けるんじゃなくてね、少しそれを自分の中でコントロールして、自分の心を穏やかな方向に持っていくというトレーニングをしないと、せっかく君の周りにいる人が離れていってしまうんだよ。で結果君が孤立をしてしまうことになる、それによって自分の中の怒りというものが燃え続けていると、自分自身も疲弊するし、心の中でどんどんとストレスが生まれてくるから、それをねいかにコントロールしていくかっていうことをね、少しずつお稽古していってほしいと思います。だからまた積もり積もった怒りをどのように心の中で、消化していくかっていうのはまた次のテーマにします。これ大きいからね。でも日常の中の生活の中においてパッパッと断発的に起こってくる怒りのトレーニングでは、さっき言った6秒ルール、これをねちょっと取り上げて、やってみてください。きっとね効果があると思います。そういうふうな形で、頑張っていきましょう。ではまた次の動画で会いましょう。さよなら。